Meshtabi Season 5. Konkai no Meshtabi wa Gachide Mata Tabatai. Sapporo OEC Spaghettis a des. それでは早速 Let's get it started. 1. Shinkatoni. Chiloring Mula. 創業昭和52年、もはや札幌ソウルスパゲッティドサンコの皆さんおなじみチロリン村さん、オリジナルスパゲッティは100種類以上ってすごくない？そんなの、相変わらず品数多いなとは思っていたけど、なんと108種類もあるそうな。煩悩の数。デートはチロリン村みたいな時代は40年前ぐらいになりましょうかね。ですが未だに幅広い層に人気のようです。そうなんです。なんたって煩悩の数のパスタだけでも迷い放題なのに、メニューにピザも加えともこ。私のハートはストップモーションでございます。ピザなんてあんの？知らなかった。ねえ。チロリンさん一時衰退したかのように見えましたが、見事に復活を遂げてますね。どうやら調べたら経営は現在同級さんの傘下になってるなんつうね。東急言うたら給食屋さんのイメージだけど。よーく知ってらっしゃる。そうなんだけど、いろいろやってるんですよね。これが毎度大きに食堂、そしてチロリン村玉富士のとんかつでしょ。現在は玉富士のとんかつハワイで展開してるそうです。東北では極楽湯もやってらっしゃってね。去年仙台でお世話になりましたね。極楽湯の名取店。これもなんと同級さんだったんですね。あらま、ぬる湯がいいのよね、極楽さん。札幌にもぜひお願いしたいわね。ねえ、住川あたりに欲しいよね。南方面全然ないのよね。定山県まで行かなきゃ。そうなんだ。言っとくね。誰に？同級に同級生でもいんのかい？でいねえわ。チロリン村は南二条店よく行ってたな。友達と大通りで買い物してチロルみたいな。学生時代はお金ないし、お腹いっぱい食べたい時はお世話になりましたね。あの頃から決まって私はナポリタン。てかナポリタン以外食べたことあります？あるよ、まれに。でもなんで海苔なのかは疑問。ケチャップに海苔？どうしても和風にしたかったんべ、ガバナンス的に。ガバナンスって Governance. なんすか？ 2. Kita Sanjo Nishi 23. Lavaro. 丸山エリアにございます。2006年オープンの生パスタ専門店。飯旅では何度もこすっておりますが、スパゲッティ特集で外すわけには参りません。はい、そういうお店なんです。スパゲッティ、キッターラ、タリアッテレの3つから選べちゃうのが嬉しいな、リンゴちゃん。おいちゃんはタリアッテレとリンゴちゃんのほくろに依存症。私はここ来たらキッターラと決めています。キッターラは歯ごたえを感じられて、もっちり小麦の香りもしっかり。タリアッテレは過去最強クラスの極太パスタで、どちらも濃厚ソースがよく絡む。うまし。自家製パンもオーダーをお忘れなく。美味しいソースを最後まで楽しめますからね。ここのパスタ食べちゃったらちょっとそこら辺の半面のスパゲッティはってなっちゃうけど、お値段が張りますからね。そうね、気軽には来れないご褒美系パスタね。あとジェラートも人気なんだよね。んだ。 3. Hilagishi. Cozy. 平岸にあります生パスタ専門店こじこじさん。以前平岸界隈でもご紹介したお店ですね。生パスタって美味しいよね。ここもパスタの麺が選べるタイプのお店？イエス、そうなの。細麺のリングイネ、いいね。平麺のフィットチーネ、結構太っちいね。平打ちの太麺タリアッテレの3種類。てってれー。いちいちうるさいな。ガデン。パスタソースはオイル、トマト、クリーム、ボロネーゼの4種からいろいろ食べたくなって困っちゃうの。こんな子じゃなかったんだけどね。パスタが迷っちゃう。誰のせいなの？あ、ここもオーダーこれになってんだ。QR コード読み取ってのセルフオーダー？本当に最近増えたよね、このシステム。便利だけどちょっとカチャッペない感じもするよね。カチャッペない？ Kachapanai. なんだそりゃ。
アイヌ語かい？ほんとだ。カチャッペないアイヌ語みたい。てか、あなたがいつも使ってんでしょ？そう？その言葉でおいちゃん語ってないけどな。もういい。はい、タリアッテレ。トマトベースの濃厚ソースがパスタによく絡むんだな。ナスもトロットロ具合が芸術的美味しさでございます。ラーメンとかカツカレーばっかりだからおいちゃんもたまにはパスタ食べたいな。担当バクル？それはできないな。でバクルっていうのも北海道弁でしょ。視聴者さんに通じないんじゃない？まさかバクルだよ。バズるの最上級と勘違いされちゃわないかな。バクルって。確かにバクルは交換するってことね。通じるとは思うけど一応説明しとくわね。私のハートはおち。4. Shin Hasamu. Your men yago a morn. 和食食材を取り入れて独自の創作パスタを生み出すお店として渋谷に誕生したのが1976年。はい、スパゲッティをお箸で食べるというオリジナルのスタイルを確立。50年の時を経て今でも変わらず人気のお店。イタリア人が見たらびっくりだよね。お箸でパスタ？だろうね。ラーメンをナイフとフォークで食ってる感じ？ナイフは使うんだろかな。ソースも定番ミートソースにトマト系、オイル系、クリーム系などなどとにかく種類が豊富。これも何にするかいつも迷うんだよね。でも結果たらこ一筋になっちゃうんだ。わかる。今回は黒猫大和精神でこれに決定。一歩前へってやつだね。ポジティブ。誰がデブだって？被害妄想がひどいんじゃん。ネガデブ。誰がデブやねん。豚しゃぶとたっぷり野菜のごまだれ、パスタサラダみたいでこれいいじゃん。ラーメンサラダのパスタ版みたいな。私の好きなものだらけ。イエイ。ごまだれも甘ったるくないし野菜もシャキシャキで拙者大満足でござる。これ。5. Hasamu. Pietolo. 皆さんご存知ピエトロさん。1980年福岡天神に洋麺屋ピエトロを創業。翌年に店頭でドレッシングを販売以来瞬く間にお茶の間に浸透。天神初なんだ。おいちゃんも長いことドレッシングでお世話になっておりますですね。うまいよね、ピエトロのドレッシングは。ピエトロという名前はイタリアの民謡羊飼いのピエトロの主人公に由来しています。イタリアではピエトロという名前は一般的なファーストネームでみんなに愛され慕われる存在でありたいという願いが込められています。日本でいうところのラーメン二郎とかゆで太郎、セイコーみたいなもんね。いや、セイコーは違うだろ、セイコー。というわけで道内では唯一ここハッサムイオンだけの店舗に初来店してみました。そうなの？北海道ここだけなの？そうなのね。もっといっぱいあるかと思いきやハッサムはプレミアムピエトロね。おお、ハッサム。平日限定ランチセットはサラダ食べ放題、ドリンク付きではございますんですが、今回は単品でいただきました。なんでよ、そこセットっしょ。サラダセットでしょ。ちょっと腹パン気味だったんで。絵面が寂しいじゃねえか。させん。でも17時までランチタイムってのはすごいよね。そうだに。平日だけだけど、あれなんか多くない？確実に多い。注文はタッチパネルだに。麺量、ソースを好きなものからチョイシング。はい、ベーコンとほうれん草のクリームソース。あら、美味しそう。でも珍しいね、クリーム系いったんだ。たまに冒険してみた。ソースもその日の気分で選べるし、いろいろな組み合わせができるのは楽しいね。濃厚ソースがパスタによく絡んでいいですね。これ美味しい。ソースドレッシング系は定評ありますからね、ピエトロさんは。ね、さすがね。美味しいソースはフォカッチャと一緒に最後まで楽しませていただきましたよ。やっぱパスタソースにはフォカッチャだね。そうだに。ダニって流行ってんの？グリーンの中だけだに。ダニ使いは猫ちゃんしか知らねえんだよな。そうだに。6. Today's katsu curry. Kita ichi jo higashi 1. Teppan spaghettis ichi mao hachi.
ちょっと、カツカレーって何？スパゲッティ特集ですよ。まあ慌てなさんな。テレビ塔のすぐ裏手にございますスパゲッティ屋さん。鉄板スパゲッティっていう名前だけど、鎌倉パスタさんの鉄板とは別っす。多分って。久々のスパゲッティだな。そばもうどんもラーメンもスパゲッティも大好き。麺類はコシの強いものほど私好み。もちパスタはアルデンテね。そうだね。なんとこちらにはカツカレースパゲッティになるメニューがアルデンテね。スパゲッティ屋さんまで来てカツカレー食うかね。ありゃ食うでしょう。エビ味のものもありゃあなたも食べるでしょう。まああればね。だけどスパゲッティはナポリタン。特に鉄板スパゲッティちゅうたらナポリタンでしょうってことで、私は即決ナポリタン。カツカレースパゲッティうまいよ。さすがカツカレーだ。庶民的と言いますか、昭和世代が万歳参照するやつ。ナポリタンも美味しい。麺の太さに麺食らったけどね、うどん家系かってね。だけどこういうジャンキーなやつ好きだわ。ナポリタンは不滅。特に温鉄板は鉄板。鉄板なんとです。いやー驚きました。妻が飛んでますね。カツカレーってのは米だけじゃなくスパゲッティに乗せちゃってもうまいんですね。ねえ、美味しいこれ。7. Kita ni jiu yojo nishi 6. Spaghetti and Dalab. 2012年創業、北24条駅から徒歩5分のところにありますアンダーレさん。マスターワンオペのイタリアンのお店です。あんた誰ってことではないんだよね。なわけない。アンダーレはイタリア語で行くって意味。行き帰りの行きみたいな感じかな。スパゲッティならナポリタンだけど、イタリアンならペスカトーレかジェノベーゼかなってことで、今回は神様の言うとおりのりのりのペスカトーレ。うまいねペスカトーレ。はい、大好きなエビもプリップリ、イカも柔らかい。魚介の出汁とトマトソースってなんでこんなに美味しいんだろう。魚介はいい出汁出しますからね。細めのスパゲッティともよく絡む。たまにはいいね、こういうタイプのスパゲッティ。細麺はナチュラルな味付けにも合うからいいんだよ。ねえ、だけど食べ終わると必ずどっかにソース跳ね散らかしてんの。これって誰がやんの？そうなんだ、不思議だよね。絶対跳ねないように注意して食べてるのにさ、いつの間にか絶対ついてんだよ。なのよ。なかなかトマトの赤いのって取れないよね。どうやってんのか。いや不思議。でもさ、ペスカルトーレって言ったらかっちょいいけど、漁師ってな意味だからね。ほら、漁師って海の男って感じで素敵じゃない？具材に魚介をたっぷり使用したトマトソースのパスタで、漁師が多く暮らしている北イタリアのペスカトーレ島が由来って聞いてるわよ。ね、島の名前なんだ。そういえば魚連のコマーシャルの曲かっちょいいんだよね。マザーマザーマザーってやつ名曲だぜ。あれって誰の曲？それがね、この CM のために作られた曲らしいんだけど、作詞作曲非公開ってことなんです。なんで？名曲なのにね、結構嬉しそうだと思うんだけど。いや、カセット欲しい。なんでカセット？手に入れたら俺にもカセット。聞きましたびっくりしちゃう。8. Manami Ichi Jo Nishi 6. Trattoria Terzina. はい、テルツィーノさん。飯旅では何度もご紹介しておりますが、最近当別店ばかり行っておりましたんでね。はい、札幌ファクトリーにあった時はちょいちょい利用させていただいておりましたが、それは飯旅活動前の話なので映像がございません。はい。ファクトリーからこちらに移転して3年になるそうです。現在はここが本店。創業は萌えは三六通りだったんでしょ？やっぱ違いますね。オーナーシェフは本場イタリアに渡り、ローマとベネツィアで修行を積んでますからね。へえ、本場イタリア仕込みの至れり尽くせりイタリアンってわけね。大人のお客様が多いですわ、やっぱり。いたね、大人レディース。
ちょっとチャカついた場所だからどうかなって思ったけど、さすがはてるちゃん。落ち着いた雰囲気でいい感じ。休日ランチをゆっくりいただきました。毎日休日だべ。何言ってんの、食べんのが仕事でしょ。食べるのと噛むのが仕事です。注文済ませて待ってるとスタッフさんが雑誌を持ってきてくれてね。おお、昭和的。いいね。飽きずにゆっくりできるようにとのお心遣いに感謝。噛んだ。噛んでる。さすがはてるちゃん。だね。ボロネーゼはゆり根のホクホク食感がアクセントで美味しいんです。おお、ゆり根、おいちゃんには縁のない食べ物だけれども、ゆり根と呼ばれてるフォーリンビッチなやつがいたのは知ってる。知らんがな。ゆり根じゃなくってゆり根は甘くて美味しいのよ。あとやっぱり自家製パンが最高でしたね。パスタソースと一緒にぜひ味わっていただきたい。さすがはテルツィーナ。ここはまた二人で切っていいな。ゴイじゃんじゃん。 Jakaino meshtabi wa. Gachi de mata tabatai. Suka e lu food court meshi des. Otonoshimini. See you soon. 何軒かイタリアン系のお店もやってきてるんですけれども、で結構頼まれることが多くてですね、先輩から今度店やるからちょっとプロデュース頼むわっていうこと、相談を受けたことがございましてね、イタリアンをやる、シェフももう捕まえてあるし場所も決めたからちょっと見に来てってんで行ったんですわ。そしてテナントね契約したっていう話だったんだけど、見たら、あれあれこれは厳しいぞと、もうおじちゃんの感覚ではありえない駐車場もないし、中途半端なところで、なんかその隣も商店、隣は何や隣は何やみたいなの一枠みたいなところでイタリアンレストランをやるっつって、で見積もりももうできてんだっつって、早い。いくらかかるって言ってました。4000万、やめましょうっつって、いやそして試食会にもうあるから来てくれっつって言ったら、こいつ素人だなっていう料理が出てきて、これはいかん先輩っつって、やめましょう、全力で止めたの、だってお前400万手打ち払ってんだぞっつって、捨てましょうその400万、これやったらそれどころじゃ済まない大損になりますよっつって、今そこまでやる気があるんだったら、4000万あれば結構いい店できるから、ちょっと待ってください、いいテナントそのうち俺のとこに話来ますからっつって、で半年ぐらい経ってからかな、まあちょっといい話がおいちゃんのとこに来てね、ここ出しませんかっつって、俺はその時店出したばっかで金なかったから、できなかったんで、その先輩にどうっつったら、いいのここっていう感じでやって棚ぼただ。でその料理人もね、どうしたの、なんかもうすごい人を連れてきて、その人の料理は素晴らしかった、いやこの料理なら絶対間違いないけど、あれはダメよっつって、面白い。で大成功したっつって、それをきっかけに、本業は飲食じゃなかったんだけど、もう何軒もバンバン出しちゃってね、もう出しすぎちゃってね、その店をやりたい時にこの家賃なら私できそうって始める人があまりにも多くて、で始めたはいいけど売り上げが全然なくってどうしたらいいでしょうって相談来るんだけど、やめましょうって、ここは無理です、パターンが多いのね。そのコンセプト的にもその売り上げが立つコンセプトじゃないからね、その少ない資金でやれることはやれるんだけども、でもちゃんとしたアイデアがないと、ちゃんとしたソフトウェアがないと、だから美味しいもの、売れるものがありさえすればどこででも今は売れるからね。ただその肝心のものがないと、私にもできるっていうのが先頭に立ってやっちゃうと、それはうまくいかんよね。そうだね、だから今ネットでね、本当に火がつきゃすぐなんで、今ネットの方が多いよね。誰にもチャンスがあると思うんだよね。社会で勤めてる方にとっては毎日がストレスじゃないですか。おいちゃんも、ちょっとだけだけど
人に使われて働いた経験が過去にあるからね、その時の地獄の日々っていうか、ストレスに押しつぶされそうな毎日をずっと続けてる考えると尊敬しかないです。